はよんぱー、バブルンだよ。今日は小崎さんからいいもの見せてあげるよって言われてるんだ。なんだろう？もしかして、パズルボブルエブリバブルの新しい情報かも？僕と一緒に見に行こう。小崎さん、こんにちは。来たね、バブル。皆さんもこんにちは。ディレクターの小崎です。レベルデザインの伊予正です。プログラマーのサザエヘアです。おー、みんな揃ってるね。このメンバーということは、やっぱりパズルボブルエブリバブルの発表なのかな？さすがバブル。察しが良くなってきたね。今日は皆さんに2つお見せしたいものがあります。1つ目はこちら。パズルボブルエブリバブルのキービジュアルが完成しました。おー、僕の友達がたくさんいる。クルルンやコロロン、ミニルン、キャッくんだけじゃなくて、ウールンやパッキーもいる。もしかして僕たち久しぶりに2人と一緒にゲームに出られるの？そうだよ。やったー嬉しそう。またみんなで遊べるよ。協力プレイもね、できますし、そうですね。みんなでワイワイやってます。後ろの方にはトランプも飛んでる。またいますね。ちょっとまたなんか企んでる強調してますね。前の僕らの作品でもね、悪いやつだったんですよ。なるほど。今回は何をやるか。楽しみ。本当、いやこんな笑顔だけど、今回ちょっと企画で盛り上がってもう2桁キャラ入れちゃったじゃないですか。プログラム大丈夫でしたまあか？まあまあまあ、ボイスももう全キャラ取ったし、頑張らせていただいてます。本当にね、過去のバブルの友達、そして新たなこのミント色の帽子の女の子とミミズクのおじいちゃん気づいてくれた。は初めましてかその通りな？です。ましてですね。もちろん昔からのキャラクターも歴史あるキャラクターの物語もありますし、新キャラクターもね、ドラマもありますので、いろんなストーリー楽しんでもらえたり、もちろんキャラクターそのもののね、可愛さも、まあよく動くようにしてもらいましたから、キュートですよね。後ろに見えてるのはレインボータワーだね。賑やかな雰囲気が伝わってきていいね。レインボータワーなんですけどね、今回ちょっとここでも何かドラマがあるんですかね。すごいタワーなので、ちょっと本編とはね、違った遊びがタワーに。あれまだそんな話は。どうですかね。まあ、うー違ったらカットされるんじゃないですかね。そうですね。はい。ああ、いいですね。ミニルンたちも復活。この子たちはシリーズでたまに出てきたりしてたんですけど、こんなに今回一人一人がしっかりキャラクターを持って動いたり、意思も持ったりしてくれてるの初めてかもしれなくて、すごくいいキャラしてます。いい子たちです。はい。みんなバブルのこと大好きなんですよね。バブルのことをもう兄のように慕っていて。えへへ。はい。今回ちょっとね、ミニルンキーキャラクターですよね。そうですね。これも言っていいんですかね。わかんないですけど。ここなんですよ。割と重要キャラ、重要キャラ、すいません。さっきね、サザエヘアさんに僕も謝ったとこですけど、この絵にいないキャラももっとたくさんいて、申し訳ないです。さまざまなキャラクターがまだまだ登場していますので、ぜひとも楽しみにしてみてください。キービジュアルができたので、本日より公式サイトも本格的にオープンしました。ぜひそちらもチェックしてみてください。今日は2つ見せたいものがあるって言ってたけど、もう一つはなーに？ 2つ目は皆さんが気になっていると思うゲームの中身についてお見せしたいと思います。前回はパズルを解いてステージをクリアしていくストーリーモードについて発表しましたが、パズルボブルといえばパズルを解いていくパズルモードだけじゃなくて、対戦モードもめちゃくちゃ盛り上がりますよね。ということで、対戦モードについて皆さんにお伝えしたいと思います。じっくりパズルを解いていくのもいいけど、対戦もスリリングで楽しいもんね。ストーリーモードでは今回初の4人協力プレイができますが、対戦モードでは今回初の2対2の4人協力対戦プレイができます。そうなの？4人対戦プレイはこれまでもゲームキューブ版のスーパーパズルボブルとかでもあったけど、それとは違った4人での対戦モードの遊び方ができるってこと？その通りです。2人で1チームとなって相手のチームと戦います。すごーい！対戦モードでも協力しながら遊べるんだね。どんな感じかは実際に見てもらった方が早いと思うので、
プレイしてみましょう。やったー。初めての遊び方だけど、負けないぞ。はい、それでは、実際に対戦を始めていきたいと思います。ワクワク。よろしくね、バブルン。今回はじゃあバブルンと戸崎さんが組でいいですか？はじゃあ僕らサザエさんと岩本チームでやるぞ。頑張るぞ負けない負けないぞ。今日は人間がバブルンもいるね。でもとりあえず4人集まってるけど CPU もね入れて3人と1人 CPU とか1人と 3CPU とか自由に編成できますので、でもまあやっぱり人と人が一番熱いかな。みんなでワイワイやるのが一番楽しいです。あ、もちろん1対1でもね熱いけれども、やっぱちょっと新モード今日は見てもらえますか。みんなでワイワイ対戦できるというところをね、楽しみ。はい謎の2対2を今回見ていただこうかと思います。頑張るぞ。やるぞ。やるぞー。いけないぞー。お、ほい。緑。とりあえず出よう。真ん中のあれちぎりたいですね。ドリンクみたいなの。着実に消していこ真ん中の方にバブルそうなんでがす集まっていきますよね。今ドーンとバブルンたちの方にブランクバブルが飛んできましたよね。これ実は真ん中のゲージで相手の自分の陣のバブルを消した量が真ん中の装置に行って相手と比較して多い方に、多い方が勝って相手に邪魔バブルをその分送ります。ブランクバブルですね。でこのブランクバブル君だけならまあマシなんですけど、これたまに板が混ざるんで、う。ほんとだ。この板がね早めに消した方がいいですよ。来た。邪魔だな。そしてですね、こういったアイテムちぎることができます。浮かんでるアイテムですね。で僕もはね、ちょうどね、サザエさんがちぎってくれたの僕持ってます。あ、喋ってる間に買っちゃった。イエーイやられちゃった。今、板がね、まずい位置に配置されちゃいましたね。次は負けない。これ音なんか消す音良くなってますね。ほんとだ。変わってる。で、泡部分がブラッシュアップが今入ってるところなので、そうなんだ。泡の音がとってもいい。やばいやばい。ちょっと狙おうかな。間に合った。で、攻撃されるバブルの量が判断できるので、はい、結構そういうふうに判断できる。はい、大きいちぎりだとさらに攻撃が大きく溜まります。なるほど。かといってこう狙いすぎてると今みたいに攻撃マークが飛んできたら防御に回った方がいいこともあります。戦略が大事だね。ちょっとこの動画を見てる方に最初にテクニックを一つ、テクニックを言おうと思ったら邪魔されてしまった。やるなバブル。へへへ。ちょっと待ってね、テクニック言ってる間に死ぬかも。来ました。こんな感じで今僕はここをちぎってスターバブルを手に入れました。スターバブルこれがねこっちもある。すごい攻撃力なんです。全部消えちょっとた。やっちゃうぞ。すごい消したけど。やばい、その前に死ぬ。やばい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 、その前に死んじゃう。よし。もう少し。すごい攻撃を見せる前にやられた。すごい攻撃はまた今度へへへ。ちぎったスターバブルを撃つ直前でやられてしまったとか油断できないのでね。大事にしすぎてもそうなんですそうですね。というわけで、そうなんです。どっちで使うか。いやでも悔しいんでまたスターバブルちぎりましょうよ。そうですね。よし、やるぞ。でもその前にまた攻撃がまずい。で、僕今、考えなしに連射してるようで、実はこれ A ボタンを押しっぱなしで連打できるんですけど、いい位置でやってます。これがね、意外と緊急回避に使えるので、一つ上のテクニックとして、皆様、この動画を見た皆様は覚えていただけるといいかも。 A ボタンを押しっぱなしで連射か。いいこと聞いた。でもその前にまさにリーチ。やばいやばいやばい。死んでる。ありがとう。ありがとう。待って待って、僕らあえて食べましょう。あえてまだ食べましょう。もう無理かな。もう使っちゃう。もう使っちゃう。ずっと押されてるよね。使うか。いや待って、まだいける。まだいけるよ。使ったよ。ちぎらず、ちぎれなくて。やばいやばい。皆様は見ていただいてる皆さんは僕ら今番組向きなんですけど、どっちがどうなんだっていうのは中央の画面を見ていただけるとよくわかると思います。どっちが優勢とかもですね。ですのでこれ配信向けかもしれないんですけどね、ちょっと戦ってる最中は実は真ん中よりももう自分の盤面に集中しないと追いつかないことがあるんですが、
着実に素早く。これね、あそこでちぎろうとしてるんですけど、裏目ってるかもしれない。もうやめた方がいいかも。真面目に消しましょう。すいません。やばいやばいやばい。狙いすぎたかも。すごい、バブルンが本気だ。よく動いてる。まずいなぁ、押され気味です。やばいやばい。いい勝負じゃないですか。ピンチ。よし、大きくちぎるぞ。僕狙いすぎて死んだらごめんなさい。そんな簡単には消さないぞ。貯めてから消すぞ。こっちはスピードで勝負だ。ほいほいほい回り込む。回り込む。ほいあっちから大きくちぎる。ほい行くぞー。うりゃどうだ。あー、ちぎれなかった。ほいちぎれなかったほいやばいやばいやばい。一ほ回ちぎりたい。あー、狙いすぎたー。そこちぎりたかったー。負けたー。おめでとう、戸崎さん、バブル。どうでした戸崎さん。いやもうすごいスリリングで、緊張した。このシーソーゲームがね、もう送られのなかなかハラハラしたいい試合ができたんじゃないでしょうか。僕は悔しい。今度は1対1で勝負だ、バブルーン。望むところ。今度は負けないぞ。そしてね、サザエさんは何度も助けてくれようとしたのに僕が狙いすぎました。いえいえいえ。ごめんなさい。でもまあ確かに大きくちぎって逆転を狙いたいっていうのもありますからね。これ難しいですね。どっち行こうとするかバランスみたいな。そうなんです。いや悔しいです悔しいね次は勝ちたいですそうね。バブルーンはどうでした？僕は夢中でやってただけだけど、小崎さんのフォローで勝てたよ。仲間と協力して遊ぶと、勝っても負けても楽しいね。また一緒に遊んでくれる？もちろん、パズルボブルエブリバブルは現在も開発中で日々クオリティアップを重ねています。あとお気づきの方もいると思いますが、前回のストーリーモードの動画からバブルの割れる音だけではなく、キャラクターたちの声も追加になっています。バブルも収録ね、一緒に頑張ったもんね。お頑張ったよ。一緒に行ってきたんですよ。お。ね、収録も楽しかったね。うん。今回はキービジュアルの公開と協力対戦プレイについて皆さんに見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。僕たち以外に登場するキャラクターも少しずつ分かってきたし、協力対戦プレイは1対1や4人対戦するのとはまた違ったワイワイ感があってすごく面白かったよ。みんなにも早く遊んでもらいたいな。今発売は2023年って聞いているけど、ぶっちゃけ戸崎さん、いつ頃なの？時期は2023年の春頃を予定しています。春。最近日本では一気に寒くなってきたけど、暖かくなってきたら、みんなにエブリバブルを遊んでもらえるってことだね。発売はまだ先ですが、まだまだ未発表のモードや情報もたくさんありますので、今後の情報を楽しみにしていてください。また今回の発表や動画の感想をいただけると開発の励みになるので、ぜひたくさんのコメントや高評価、友達や周りの人たちへの動画の拡散をしてもらえると嬉しいです。最新情報はバブルンチャンネルや僕、バブルンの公式ツイッターで発表していくから、チャンネル登録やフォローをよろしくね。それじゃあ、またねー。またねー。